皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。はい、皆さん今日もお元気でしょうか？私は元気です。また1、2週間ほどお休みをしていました。はい、というのもちょっと耳の調子が悪かったんですね。ある日起きた時にね、耳鳴りが聞こえたり、ちょっと耳が聞こえにくくなったりっていう状態があってお休みをしていました。耳鳴りっていうのが、こう、てーとかピーみたいな音が自分だけ聞こえるのを耳鳴りが聞こえる、耳鳴りするって言います。はい、今はもう完全に治ったので、はい、今日も元気にポッドキャストを撮っていきたいと思います。今日はですね、温泉の入浴マナーについてお話しします。はい、ある生徒さんが日本に旅行に来て、で、温泉に初めて行きましたっていうお話をしてくれました。で、最初温泉入るときちょっと恥ずかしかったですとか、日本人がすごく静かでびっくりしましたとか、そういった、文化の違いをね、感じられる場所じゃないかと思います。皆さんも日本で温泉に入ったことはありますか？どんな風に感じましたかね？はい。日本はね、温泉文化がたくさんあって、日本人も温泉好きな人たくさんいるんですけど、温泉に入る時のマナーというのがありますね。はい、皆さんも日本人が温泉に入ってるのを見て、こうやって入ったらいいんだとか、これをしなきゃいけないんだっていうのを見て学ぶこともあったんじゃないかと思います。はい、いろいろマナーがあるんですけど、今日は5つ、はい、5つマナーをご紹介したいと思います。まず1つ目は、温泉に入る前にかけ湯をします。はい、かけ湯。湯をかける、体にかけるということです。温泉に入る前に自分の体についている汚れを落とすためにお湯をかけるっていうことをします。はい、温泉入ったところに大きいなんというかな、タンクじゃないか。なんかお湯がたくさん溜めてある場所があって、そこに桶っていうのは、ちょっと深めのお皿みたいなものですね。その桶を使ってお湯を入れて自分の体にお湯をかけられるものなんですけど、はい、桶を使ってかけ湯をします。それか、シャワーがあると思うので、シャワーで体の汚れを落とすのもいいと思いますね。はい。まずはかけ湯をしましょう。2つ目。髪が長い人は温泉のお湯に髪が入らないように髪をくくりましょう。これはね、髪にも汚れがついてますから、汚れが温泉のお湯に入ってしまわないように、はい、結ぶのがいいですね。髪を結ぶのがいいですね。あとは汚れが入らないっていう理由、同じ理由でタオルも温泉のお湯の中にはつけないようにしましょう。はい。なので、日本人がよくするのは、持ってるタオルを温泉の縁というのかな。はい。お湯がかからないところにちょっと置いておいて、温泉に入るっていう人もいますし、あとは、ちょっと濡れたタオルを頭の上に乗せてる人もいるかもしれませんね。これも、結構典型的な温泉の入浴スタイルですかね。はい。これなんで頭にタオル乗せるかっていうと、温泉入ると、温泉のお湯って熱いですから、体の血行が良くなりますね。血行が良くなるっていうのは、体の中の血液がぐるぐる回ってね、巡りが良くなりますよね。そうすると頭にも血が上って、のぼせてしまうんですね。
のぼせるっていうのは頭がクラクラクラってすることです。はい、のぼせてしまわないように濡らしたタオルを頭の上に乗せてちょっと頭を冷やす意味があります。はい、そんなスタイルで温泉に入るのもいいですね。はい。で、次は、4つ目かな。1、2、そうだね。4つ目は、使ったものをきれいにしてから温泉を出ましょう。はい。温泉で使うもので言うと、体を洗う時の椅子とか、桶ですね。桶、さっき言ったお湯をためられるようなちょっと深めのお皿みたいなものね。桶とか、こういったものを皆さんシェアして使いますから、はい、自分が使ったもの、最後はシャワーとかで、はい、水で流してきれいにして温泉を出るようにしましょう。そして最後、温泉に出るときは体がすごく濡れてますから、しっかり水を絞った、水を切ったタオルで体を拭いて、ボトボト、だから体から水がボトボト落ちる状態ではなく、しっかり体を拭いてから脱衣所に戻りましょう。はい、脱衣所っていうのは温泉入る前の服を脱ぐスペースですね。はい、ロッカーとかねありますよね。そこにはびしょびしょのまま戻らないようにしましょう。はい、こういったのが基本的な5つのルールです。はい。わからないことがあれば、周りの日本人って何やってるかなみたいなのを見て真似をするのがいいんじゃないかと思います。はい。他にもね、基本的なルールで走らない、温泉の中走らない、危ないですからね。とか、大声で騒がないとか、はい。結構日本人静かに温泉に入ってる人が多いかな。時々ね、お友達と来てて温泉入りながらおしゃべりするっていうのもいいと思いますけど、よくあることですけど、大きすぎる声で話すと他の人に迷惑がかかるので、そういったこともちょっと心に留めながら、ぜひ温泉の文化を楽しんでほしいなと思います。はい。よくね、冬の季節になると露天風呂って言って外にある温泉に入るとね、外で雪が降ってて、で温泉に入って自分はすごい暖かくてっていう、この気温の差を楽しむっていうこともできますし、はい。いや、いいですよね、温泉はね。ぜひぜひ皆さんも日本に来たら温泉を楽しんでみてください。はい。では今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。